皆さん、こんにちは。タカピーと申します。今回は Vlog 企画第3弾ということで、先日初めて星野リゾートへ行った時の様子をお届けいたします。今回訪問したのは、栃木県の那須にあるリゾナーレ那須。紅葉をはじめとした自然の風景、また美味しくいただいた食事や施設の様子など、たっぷりお届けしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。それでは、星野リゾート編スタートです。最初は東京駅から新幹線で那須塩原駅へと向かいます。今回乗車したのは郡山行きの那須野号。座席の場所も確認し、ここからは約1時間車内の旅を楽しんでいきます。そして那須塩原駅へと到着。東京も若干肌寒く感じたものの、こちらではより寒さを感じる気候状況。お土産屋さんの様子などを見ながら、一度外へ出ることにします。駅からリゾナーレ那須までは送迎バスで向かいます。宿へ向かう際の車中、周りの風景を見ると気づいたのですが、看板の色が通常とは異なる茶色となっているお店が多くなっています。これは那須塩原市で制定されている条例の関係で、看板の色に規制が設けられているというのが理由とのことです。景観を守るため、私も服装を茶色でまとめています。そしてリゾナーレ那須へと到着しました。ちょうど紅葉の時期と重なったこともあり、真っ赤に彩られた紅葉のカーテンに出迎えていただきました。ここからは敷地内の様子も順に覗いていきます。紅葉の中にはまだこれから色づく葉っぱもあり、赤い葉と合わせたグラデーションの風景も見ることができました。紅葉の先には本日宿泊するお部屋も見えてきました。部屋の中は2階まであり、お部屋というよりむしろ一つの家の中で宿泊しているようでした。リビングスペースだけでなく、2階の寝室、またお風呂なども完備。そして部屋の中でゆっくりすることはもちろん、外のベランダでくつろぐことも可能です。部屋の中を一通りチェックした後は、夕食の時間まで再度敷地内の散策へと向かいます。最初に着いたのはアグリガーデン。年間約80種類の野菜を自家栽培で育てている環境の中で、その場で農作業の体験も可能とのことです。今回は建物の中で体験できるオリジナルハーブティー作りに挑戦しました。ハーブティーに関しては、現地に置かれているハーブを好みに合わせてブレンドし、お湯を注いでいただくスタイルです。中の様子は見ているだけでも癒されます。建物に入ると、ハーブティー作りとは別にヒンメリ作りのスペースがございました。こちらはフィンランドの伝統装飾品でもあるとのことです。建物の外に出ると、実際に栽培されている野菜も見ることができます。
その奥に広がる田んぼの様子と紅葉の色合いは、なんとも味を感じさせる雰囲気でした。せっかくだし奥歩いてみる？めちゃめちゃ広いじゃん。本当綺麗だな。夕食の前に敷地の中をもう少し広く回っていくことにします。こちらの長いスロープを過ぎた先には、アクティビティを楽しめるもう一つのスポット、ポコポコが見えてきます。アクティビティは翌日体験することにしたので、さらに先へと進んでいきます。何やらおしゃれな雰囲気を感じさせる建物が見えてきましたよ。こちらは別館にあるラウンジです。建物の中で休憩できるスペースで置かれた本を読んだり、またセルフサービスでコーヒーやお菓子をいただくことも可能です。本が置かれたスペースの中には、その場で遊ぶことのできるゲームもいくつか並べられていました。ここからはいよいよお楽しみの夕食の時間です。夕食会場は本館となるため、まずはそちらへ移動します。夕食ではコロナウイルス対策がなされたビュッフェ形式での食事に加え、チーズフォンデュやローストビーフなども堪能。そうローズマリーかなと思った。お腹もいっぱいになったので、この日は部屋に戻って休息を取ることにしました。そして翌日、この日は少し雲が多かったものの、雨の心配はなさそうな天候。朝の気持ちよい空気に誘われ、ベランダから外の風景も覗いてみました。外へ出る準備を済ませ、朝食をいただくことにしました。この日は敷地内での食事もできるということだったので、朝食をモーニングボックスに入れていただき、食事のできる場所を探すことにしました。程よい場所を見つけたので、こちらで朝食にします。こちらがモーニングボックスの中身です。野菜なども豊富に入った大きなボックスで、朝から満腹になること間違いなしなボリュームでした。自然の風景の中で食べる食事は、また格別に美味しく感じるひとときとなりました。朝食の後は、前日体験できるアクティビティを見つけていたポコポコへと移動します。こちらの場所では気になっていた焼き芋ミッションにチャレンジすることにしました。焼き芋ミッションではまず敷地にある落ち葉を袋に集め、その後火種として所定の位置で火を起こします。アルミホイルに包まれたさつまいもを火の中に入れ、時々空気も送りながら熱を加えていきます。その後取り出していただきましたが、本当に美味しかったです。最後にフロント近くのショップでお土産もチェック。その後帰宅の途へと着きました。今回は初めての星野リゾートリゾナーレ那須での滞在となりましたが、自然を目いっぱい感じられる環境で癒しを感じながら過ごすことができました。一日で帰らないといけないのが本当に惜しいと感じる体験をすることができました。
ご興味ございましたら、ぜひリゾナーレ那須についてもチェックしてみてください。最後までご視聴本当にありがとうございました。またの機会にお会いしましょう。